今から世界で一番魂が密に詰まった場所へ突っ込む広島が生んだ奇跡、松田の心臓部なのだ。場所は広島市美穂。今日はこのロードスターで松田の聖地を駆け抜ける。今回はハンドルを握り車で広島観光する時間なのだ。画面の向こう側助手席に座ったつもりでこの疾走感を体感してほしい。まずは左手を見ていきなり主役の登場なのだ。視界を埋め尽くすこの圧倒的なスケール、松田宇品工場。今真横にあるのがロードスターや CX5 が産声を上げる場所。かつての軍と宇品の軍事拠点跡地を引き継ぎ、戦後松田が世界屈指の乗用車工場へと変貌させたのだ。ここで一つ面白い豆知識。この工場実は専用の巨大な橋を所有している。その名も東洋大橋。第1工場と第2工場を結ぶためだけの市道。長さはなんと500メートル超え、一般車は立ち入り禁止。松田関係者だけの特権ルート。まさに巨大な城そのものなのだ。この巨大な城の奥深くには今の洗練された松田からは想像もつかない時代を先取りしすぎた野心作が眠っているらしい。失敗を恐れず面白いと思えば形にする。ここはそんな頑固なエンジニアたちの聖地なのだ。広島市民なら小学校の社会科見学で一度は訪れたことがあるはず。大人になっても見学できるので予約してきてみよう。松田の心臓部を抜け、景色は県立広島病院、通称県病院周辺へ。一見穏やかな住宅街に見えるけれど、ここはかつて陸軍の巨大なロジスティクス拠点だった場所なのだ。呉市が海軍なら広島市は陸軍。ここは兵員と物資を世界へ送り出すための極めて合理的な軍事拠点。県病院の敷地も当時は広島陸軍病院の分院。この広島に兵員や物資を港へ送り出すために圧倒的な機能集積されていて、原爆の標的に選ばれたのも軍都として極めて重要な役割を担っていたからなのだ。役割を終えた軍施設は今や病院や大学といった都市機能へ転換された。かつて兵士や物資が通った道を今はロードスターで駆け抜けていくのだ。住宅街を抜けると目の前に現れる鉄の筋、広島の血流、路面電車なのだ。ここからは広電と肩を並べて進もう。車と電車が同じアスファルトを共有する広島ならではのタイトなステージ。広島の路面電車は単なる移動手段じゃない。日本中果ては海外で現役を退いた車両たちがこの街では今も最前線で働いているのだ。でも展示品じゃない。1日に何万人もの市民を運ぶ現役バリバリの輸送インフラなのだ。最新の低床車両から半世紀以上走り続けるベテランまでが混ざり合って走る、この合理性と多様性が広島の強み。広電と走るなら広島特有のルールを思い出す必要があるのだ。まずは専用信号。車向けの青信号の横で光る黄色い矢印。慣れないドライバーがつられて進むとみんなからクラクションを食らうのだ。当然軌道内は駐停車禁止。わずかな時間でも電車をやめれば街全体のダイヤを乱す題材。おいおい、右側を見てほしいのだ。軌道内で右折待ち。案の定広電を完全に足止めしてしまっている。後続車もそして反対車線まで巻き込んでの大渋滞。1台の判断ミスがこの街のメイン動脈をピタリと止める。これ広島では一番やってはいけないマナー違反なのだ。事故が起きるのは一般車だけじゃない。実はサイレンを鳴らした緊急車両と広電が衝突するケースも少なくない。巨大な鉄の塊である路面電車は急には止まれない。広島で右折するならこの儀式を徹底するべし。左、右、そして右後ろ、さらにもう一度左、右後ろだ。なぜそこまで確認するか？ミラーの死角に30トンの巨体が迫ってくるからなのだ。もし見落としてハンドルを切ればそれはもはや事故ではなくただの衝突実験。どんな車も一発廃車なのだ。もし右折が怖いと感じたら迷わず左折を繰り返せばいい。網の目のように道路が通っているから3回左に曲がれば元の方向へ戻れる。あ、そうそう、今はこれでも平和になった方だけど、広島じゃクラクションは立派なコミュニケーション手段。もたもたしたりわけのわからない運転をしているとぶち回すぞブッブーという熱いメッセージが
容赦なく背後から飛んでくるのだ。鳴らされないに越したことはないけどね。ルールとマナー、そして適度な緊張感を持って広島を運転していくのだ。最後はここ広島県民の心の拠り所、夢タウンの駐車場へ。全国的にはイオンかもしれないけれど、広島じゃ断然夢タが強いのだ。ぶっちゃけ広島市長より泉の社長の方が市民の信頼が厚いなんて説もあるかもしれない。まさに県民の生活を支える真のインフラに無事着地。マツダの工場、軍との歴史、そして30トンの鉄塊との並走、リアルすぎる広島観光、楽しんでもらえたかな。癖は強いけれどルールを知り、街の呼吸に合わせて走ればドライブはやっぱり最高なのだ。さて、泉への信頼を胸に今夜のおかずを買って帰ることにしよう。それじゃあまた次の道でバイバイなのだ。